ハゲワシの頭がハゲているのは何のためなのか。ハゲワシやコンドルなどは不気味な動物です。どうやって嗅ぎつけるのか。獲物を食べているところにいつの間にか集まっていて、鋭い目でじーっと隙を伺っている姿。それだけならまだしも、貪るように死骸に群がり、食らう姿はまさにおぞましいの一言につきます。チベットや西インドには、彫葬といって死者の屍を丘の上などに運んでこれらの鳥たちに始末させる風習があります。これは食物連鎖の摂理にはかなっているのかもしれませんが、やはり私たちは不快感が拭えません。ところで不思議なのは、これらの鳥たちの頭がハゲているということです。これは死骸を始末する自然界の葬儀屋だからなのではなく、彼らなりの生き延びるための知恵なのです。彼らの食べ方を見ればわかります。表面をつついたり、かじったりするのではなく、死骸の破れたところから首を突っ込んで中身を食らうのです。もし羽毛があったのでは食べるときに不都合です。首を引き出すときに引っかかるし、血や肉が付着して汚れてしまいます。そこで不要なものはいらずの進化の法則が作用して格好になったわけです。その証拠に同じハゲといっても鳥によってハゲ方に違いがあります。例えばコンドルやシロエリワシは頭だけでなく首の上半分までハゲていますが、ヒメコンドルとクロコンドルは頭全部。それがハゲワシになると側頭部や後頭部には羽毛があり、ハゲているのは顔から頭頂部にかけてのみというように様々。ハゲた部分が多い鳥はそれだけ深く首を突っ込むからで、その度合いに応じてハゲ方も違っているのです。一番確実なしゃっくりの止め方を知っていますでしょうか？しゃっくりの止め方には様々な方法があります。例えばご飯を一気にかき込むとか、鼻をつまんでコップ一杯の水を飲むとか、背後から人に脅かしてもらうというのもあります。これはいわばショック療法ですが、期待したほどの効果を上げないことがしばしばあります。それよりもっと効果的な方法があるのです。まず、大さじ1杯のグラニュー糖をすくい、そのまま喉の奥に放り込んでしまいます。この時、舌の上に乗せたり、唾液で濡らしたりしないで、乾いたまま飲み込むのがポイントです。これで大抵のしゃっくりは止まるのです。もしこれで止まらないようなら、何回か同じことを繰り返してみてください。できればグラニュー糖の方がいいのですが、手元になければ普通のお砂糖でも構わないです。当時世界一清潔だった江戸の町のリサイクル法とは、昔は大きな都市から大量に支給される飼料が近郊の農家にとっての貴重な肥料資源でした。この飼料を畑に利用した農家は都市に新鮮な野菜を供給していたため、立派なリサイクルが完成していたわけです。江戸時代にはこの下肥を集めるための肥桶が発明され、人口100万都市の江戸の町へは下肥を買う農民が今の千葉や埼玉から荷車に肥桶と野菜を山のように積んで出かけていきました。
江戸の下肥に関する資料によると、畑から収穫した大根の売り上げのうち 40% 近い額が肥料代として使われていました。このため、江戸の町が死尿に汚されることはなく、むしろお宝としての貴重な町の収入源となっていました。落語でおなじみの八山熊さんの住む長屋の共同接近、便所は、大家さんの大事な稼ぎ場所でもありました。店子を相手に風流話をしながらも、接近はよそでは使わず、帰ってからするようにと注意していたのもこのためです。このようなシステムは戦後まで続き、物資不足に悩まされていた家々では、死尿と引き換えに立派に太った大根を汲み取り代としていただいていたのです。大昔の日本人はカタツムリを美味しく食べていたのか、嫌いな人は見るのも嫌だというエスカルゴ、食べるなんてとんでもないと思う人もいるでしょうが、一度その美味しさに目覚めたら病みつきになってしまうようです。フランス料理でよく食べられるエスカルゴは日本のカタツムリとは違う種類、むしろ貝の一種と理解した方がいいようです。では、日本のカタツムリの味はどうなのでしょう。誰も料理していないところを見ると、多分日本人の口には合わないのでしょう。と言っても、それは現代日本の話。古代の人たちはちゃんと食べていたのです。なぜそんなことが分かったかというと、石器時代の古代遺跡から出土した噴石からカタツムリの殻が出てきたのです。噴石は腸の中で石のように硬くなった糞がそのまま残されたもの。早い話が便秘症の人のそれです。考古学ではこの噴石を根気よくお湯に溶かし、どんなものが含まれているかを詳しく分析するのです。昆虫の口角や魚の骨なども出てくるので、おそらく当時は殻ごと骨ごと丸々食べていたと思われます。それが現代のエスカルゴほど美味しいものだったかどうかは昔の人に聞いてみなくてはわかりません。雷の多い年は豊作というのは本当なのか。昔から雷の多い年は豊作になると言われるようですが、これはあながち迷信ではありません。植物の生育には雷が大きく関与しているからです。植物の体も動物と同じようにタンパク質で作られています。動物と違うところは、タンパク質を自分で作り出しているところ。植物がタンパク質を作り出すためには窒素が必要ですが、空気中の窒素をそのまま取り入れることはできません。他のものと結びついて植物が取り入れやすい化合物の形にならないとダメなのです。雷は雲の中に溜まった電気の放電現象ですが、この放電のエネルギーで空気中の酸素と窒素が結びついて一酸化窒素になります。この時、酸素と水が多いと硝酸が作り出されます。硝酸は水に溶けて土に染み込み、根から吸収されてタンパク質の原料になります。雷が多いと硝酸がたくさんできて、植物に栄養が十分補給されるというわけです。電
電話番号はなぜどれも0から始まるのか。固定電話の番号が市外局番、市内局番、加入者番号の順になっているのはご存知の通りです。でも、市外局番の一番初めは03とか042などと全国どこでも0で始まっています。どうしてでしょう？日本を表す番号でしょうか？それともまだ電話がどんどん増えるだろうと見越して開けてあるのでしょうか？この0は市内局番のエリア外に出るよという合図なのです。だから市内通話の時は市外局番を回す必要がないので頭に0はつきません。市外局番は市内エリアの外から出るよと合図をしてから相手の地域を指定する形になっているのです。ラガービールとドラフトビールの違いとは？ビールにはラガービールとドラフトビールというものがあります。普通のビールをラガービール、生ビールをドラフトビールと呼ぶと思っている人もいるようですが、本当はどういう違いがあるのでしょう。もともとラガーとは貯蔵するという意味です。ビールは一次発酵させた後、熟成期間を置いて二次発酵させます。ビールの糖分をアルコールに変えて炭酸ガスを十分に含ませるのです。この二次発酵をしていればラガーになるので、これを熱処理しようが生で売ろうがラガービールには変わりはありません。ドラフトというのは引っ張り出すという意味で、樽から注ぎ出すビールのことです。ヨーロッパでは熱処理をした樽詰めビールのことをドラフトビールと呼んでいるようです。ですから本来の意味からすれば、瓶や缶に詰めたビールはドラフトビールではないということになりますが、今では缶ビールの商品にもドラフトと使われていて曖昧になってきているようです。泡がたくさん立つ洗剤の方が強力なのか。洗濯をするとき、泡がたくさん立つ洗剤の方が洗浄力が強いような気がします。ところが泡によって汚れを落とすわけではないので、泡立ちと洗浄力とは関係ないのだそうです。洗剤が泡立つのは、汚れを落とす役目を果たす界面活性剤の多くが泡立つ性質を持っているからなんです。しかし汚れは界面活性剤が繊維に浸透して汚れの部分を包み込み、繊維から引っ張り出すという作用で落ちるので、泡が立つから汚れが落ちるのではありません。ヨーロッパでは水が硬水で石鹸の泡が泡立ちにくかったのと、ドラム型の洗濯機が以前から普及しているせいか、ほとんど泡が立たない洗剤が多く使われています。それでもちゃんと汚れは落ちます。このように泡立ちで洗剤の洗浄力は判断できません。ただ大量の汚れを溶かし込むと泡立ちは悪くなり、洗浄力も落ちるので、洗剤が不足しているのを判断する目安にはなりそうです。貝にある舌のような物体は一体何？アサリやハマグリなどの二枚貝には二本の管と何やらベロベロした舌のようなものがついています。管の役目は水を吸う口と吐き出す口です。一方の口から海水を吸い込んで水中の酸素やプランクトンを体内に取り入れた後、もう一
方の管から不要な水を排出するというわけ。これは他の多くの貝類や海中の軟体動物と同じ方式です。では、舌のような物体の正体は、実は貝にとっては、これは舌ではなく足なのです。普段は貝殻の端、足のある方の端を海底や泥や砂の中に埋めるようにして、しっかりと立っています。そして、いざ移動するときには、貝殻の隙間から足を出し、海底をぐいっと押しながら直進します。潮干狩りの際、干潟から掘り出されたアサリが砂を叩きつけるようにして勢いよく動き回ることもあります。宙にこそ浮かばないものの勢いよく跳ね回るといった感じです。有り余る元気に驚かされたりもしますが、あれは不意打ちを食らって砂の上に出されたアサリの精一杯の逃げ足なのかもしれません。焼酎一杯ぐいーと鳴く鳥がいる。ウグイスの鳴き声はと聞かれれば、ほとんどの人がほーほーほけきょと答えるはずです。ところが、同じ質問を外国人にしても、決してほーほけきょとは答えません。これは聞きなしといって、鳥の鳴き声を人間の言葉に当てはめて聞いているのです。ほーほけきょは、ほー法華経の意味ですし、日本人にはちょっと来い、ちょっと来いと聞こえる古樹形の声も、アメリカ人にはワンツースリー、ワンツースリーと聞こえるとか、聞きなしには地方によって昔から伝えられてきたユニークなものがたくさんあります。ここでいくつかご紹介しましょう。フクロウの鳴き声です。ゴロスケホーコボロキテホーコゴロスケホーコボロキテホーコ。メジロの鳴き声です。長兵衛久兵衛長久兵衛長兵衛久兵衛長久兵衛。ツバメの鳴き声です。土食って虫食って渋い。土食って虫食って渋い。三光鳥の鳴き声です。月日星ほいほいほい。月日星ほいほいほい。続きまして、仙台虫食いの鳴き声です。焼酎一杯ぐいー。焼酎一杯ぐいー。続きましては、ホトトギスの鳴き声です。てっぺんかけたか特許許可局てっぺんかけたか特許許可局。続きましては、ホウジロです。一筆形状立祭り候。源平つつじ白つつじ。最後のホウジロの声を、札幌ラーメン味噌ラーメンと聞いている人もいるそうですから、自分なりに新しい聞きなしを考えてみてはいかがでしょうか。蛇はなぜ足がないのにスルスルと動けるのか。青大将などは毒蛇ではないとは分かっていても、やはりいい気持ちはしません。蛇をペットとして飼う人が増えているとはいうものの、蛇好きの人がまだかなりの少数派であるところを見ると、よほど人間と相性が悪いのでしょうか。嫌われる第一位の理由は、その容姿で、ついで
音もなく、ニョロニョロ出現することが嫌いだという人も多いようです。そのニョロニョロですが、足もないのにどうやって素早く進むことができるのでしょうか。蛇を裏返しにしてみると、白い腹に鱗しかありませんが、この鱗が徐々に立って地面を蹴り、前に進むのです。蛇を解剖してみると、非常にたくさんの肋骨があることがわかります。この肋骨に鱗を動かす筋肉がついて、一つ一つの鱗を動かすことができるわけです。わかりやすく言えば、肋骨が足の骨、鱗が足ということになります。亀が首を引っ込めると、甲羅の中はどうなるのか。驚いたことに、亀の首の骨は S 字型にくねっと、しかも地面と垂直の方向に曲がるのです。危険に出くわすと、すかさず S 字型に曲げて、甲羅の中に頭を引き込むようにし、これが私たちには首が縮んだように見えます。関節に大きな隙間がある。亀の首ならではの技です。ただしこれは、亀の仲間の大多数が属している尊敬類にしかできないこと。横首亀やヘビクミガメなど陸で活動しない亀は極頸類といって首を右か左に曲げるだけです。甲羅の影に少し隠すことはできますが、はみ出している部分も小さくありません。もっとも水中は陸に比べて敵も少ないし、歩くよりは泳ぐ方が早いので、さほど心配はないようです。なお、亀の甲羅は皮膚が角質化してできたもの。硬くて頑丈とはいえ、絶対に安全とは言い難く、ワニに噛まれたら最後、跡形もなく溶かされてしまうとか。マスクメロンのマスクは仮面のことじゃない。マスクメロンにはなぜマスクという名がついているのか。網目の仮面をかぶっているからでしょと誤解している人も多いようですが、残念でした。マスクメロンにおいてはマスクイコール仮面ではありません。メロンには大きく分けると、プリンスメロンなど、表面がつるりとしたグループと、網目のあるグループに分けられ、網目のある種類は、ネット系と呼ばれます。では、マスクとは、それは、ジャコウネコのジャコウ、イコール、ムスクのことです。普通、マスクメロンと言われるのは、ネット系の中でも最高品種のアールスメロンという種類ですが、その香りの良さが香料のジャコウに例えられているのです。アールスメロンはイギリスが本場ですが、サミットで当時のサッチャー首相が来日した時に日本のアールスメロンの美味しさにびっくりしたというエピソードが残っています。一本のつるに一個の実しか残さずに他はみんな摘み取ってしまうという作り方で、日本のアールスメロンはイギリス産をしのいでしまったようです。カステラの上に紙がついていますが、あれは何のためにあるのでしょうか。カステラの上部の薄い皮のようになった焦げ茶色の部分を保護するためです。焦げ茶色の部分は甘皮と呼ばれますが、カステラは焼き色が決め手で、甘皮の色で一層美味しく見せています。
あの紙がないと、包装用の紙やフィルムなどと擦れ、甘皮が剥がれ、見た目が汚くなってしまうのです。カステラは1メートル4方ぐらいの大きさに焼き、販売用の大きさに裁断した後、包装する前に上の紙を乗せます。ちなみに底の紙は生地を流し込み、焼くときからついています。ガソリンのレギュラーとプレミアム、廃浴はどう違うのか。車種によって指定が異なるのはなぜなのか。坂道などで自動車のアクセルを踏むとエンジンから異常燃焼を示すキンキンという音が聞こえることがあります。この現象をノッキングと言い、その起きにくさを数値にしたのがガソリンのオクタン価です。廃浴はこのオクタン価が100前後あり、90前後のレギュラーよりノッキングが起きにくいガソリンということになります。オクタン価の調整にはかつて鉛分を含む添加剤が使われていましたが、現在はガソリン自体の組成を変えています。一般にスポーツ車などは高い出力を得るため、エンジンへの負荷が大きくなります。高性能車に廃浴指定が多いのはそのせいです。お酢には米、リンゴなどいろいろありますが、昔からあるポン酢とはどういう酢なのでしょう。また、その名前の由来は何なのでしょうか。ポン酢とは柑橘類の果汁が入ったお酢です。橙が多いようですが、柚子、すだち、かぼす、レモンなどもあります。名前はオランダ語で柑橘類の果汁を表すポンスに由来しています。また、醤油が入ったポン酢醤油を広い意味でポン酢と呼ぶこともあるそうです。牡蠣の生食用と加熱用はどう違うのでしょう。鮮度の違いによるのでしょうか。両者の鮮度は同じですが、養殖場所や処理過程が違います。生食用の牡蠣の養殖は、海水中の細菌数などが食品衛生法の一定基準を満たしている海域でなければ行えません。また、牡蠣に含まれる大腸菌が 100g あたり230以下、一般の細菌数は 1g あたり5万以下が条件です。そのため、紫外線で殺菌した海水につけたり、出荷前に滅菌処理を施したりします。これに対し、加熱用は基本的には取れたままの状態です。ただ、コクや旨味は生食用より多いということなので、火を通して調理する分には加熱用の方がおすすめだそうです。座っている時に足をガクガクと動かす貧乏ゆすりはなぜ起きるのでしょうか。貧乏ゆすりをする理由については、はっきりとはわからないことが多いそうです。ただ、するのは女性に比べて男性が圧倒的に多いのは研究などで確認されています。それは女性の足の筋肉の繊維が細いのに対して男性は太いことが左右しているのではないかと推測されます。筋肉の繊維が細い女性は座っていても血管が圧迫されにくく、疲労の原因となる乳酸が溜まりにくいようです。これに対して男性は太い繊維により筋肉が圧迫されることで乳酸が累積して疲労が起こりやすいのです。つまり貧乏ゆすりは無意識に足を動かすことにより
滞った血流を良くして乳酸の分解を促す行為というわけです。無意識に筋肉の運動をしているとも言えます。これはストレスの解消にもつながります。セロハンテープを長い間放っておくと芯からだんだんずれてくるのはなぜなのか。セロハンテープに使われているセロハンは植物繊維のセルロースを原料にしたビスコースから作ります。一般のフィルムと違って熱いと伸び、寒いと縮みます。長時間置いておくと伸び縮みが大きくなりますが、糊でくっついているため、テープの巻いてある方向には動きようがありません。このため、テープの方向に対し直角にずれ、極端な場合はおちょこのような形になります。製品が悪いのではなく、かなり長く使わずに置いた場合に起きる現象です。ペーパードリップでコーヒーを入れた場合、コーヒーかすが脱臭剤の代わりになるそうですが、どのように使えばいいのでしょう。コーヒー豆の粒は表面に多数の小さい穴がたくさん開いている多孔質の構造を持っています。この穴の中の空気に匂いを吸収する役目があり、脱臭剤に使われる活性炭と同じ働きをするのです。脱臭剤として使うときは、コーヒーかすを乾かし、空気を通す穴を開けた容器に入れて、冷蔵庫や下駄箱などに置くと良いそうです。また、灰皿の中に入れると、タバコの匂いが抑えられます。コーヒーかすはアンモニアなどアルカリ性の匂いに対し素早い消臭効果が期待でき、生ゴミを捨てるときにコーヒーかすを少し混ぜると匂いが少し弱まるそうです。金融機関が債券を放棄という報道を見かけますが、どういう意味でしょうか。また、なぜ可能なのでしょう。銀行をはじめ、金融機関にとっては、貸した金は返してもらうのが本来の姿です。ただ、このままでは絶対に返済できないが、借金が半分に減るならば、現実的な返済計画が立てられて、経営の再建もできるという企業が存在しているのも事実です。全額返済にこだわったために、その企業が倒産してしまえば、金融機関にとっても結局は貸した金を1円も回収できない事態になってしまいます。一方、倒産となれば、その企業の社員の大半は失業をすることになり、それがさらに別の企業への連鎖倒産を引き起こす恐れを生じさせるなど、社会に大きな悪影響を及ぼすことが往々にしてあります。それらを総合的に判断して債権を放棄する場合があるわけです。奥の手は右手か左手か。めったに使わないとっておきの手段や簡単には披露しない秘密の手段のことを奥の手と言います。時々耳にするであろうこの奥の手という言葉、実は左手のことを指しています。日本では古来から右より左の方が尊いと考える思想があり、宮中で行われる行事の序列なども向かって左側が行為とされてきた。つまり普段はできるだけ使わず、ここぞという大切な時にだけ大事なものを使うのが人間の習性であることから、奥の手というようになったのだ。ちなみに中国の思想では、右に出る者がいないというように、左よりも右が尊重されるそうだ。
沖縄だけ NHK 受信料が安い。NHK 日本放送協会は総務省が所管する特殊法人である。その受信契約者は NHK に受信料を支払うことが義務付けられている。ところで NHK の受信料といえば全国一律と思いきや NHK のホームページを見ると放送受信料額のところに沖縄県は料金が異なりますと書かれている。実は沖縄だけが他に比べて少し安く設定されているのだ。2ヶ月払いの金額を見てみると、通常は衛星契約で4460円、地上契約で2520円のところ、沖縄県は衛星契約で4150円、地上契約で2210円と、その他の都道府県よりも400円程度安いのだ。こうした金額設定の背景には、沖縄では受信料を財源とする公共放送の設立が民放より遅かったことが関係している。テレビは無料という市民感覚は現在まで続いており、沖縄は支払い率ワースト1を独走しているという。日清焼きそば UFO は未確認飛行物体とは関係ない。日清焼きそば UFO が発売されたのは1976年、昭和51年のこと。その商品名は UFO、未確認飛行物体とそもそもどんな関係があるのかと思いきや、由来は実にシンプル。英語の U はうまい。F は太い。O は大きいという商品のアピールポイントの頭文字を取って誕生した名称なのである。商品が開発された当初はなかなか名称が決まらなかったが、蓋をフリスビーのように投げてみたところ、飛んでる様子が当時ブームになっていた UFO に似ていることから発案されたというのだから、全く無関係というわけでもないようだ。某不動産屋の CM でグッサンがやっております。おじさんという魚がいるんだよ。このおじさんという魚がいるについてもっと詳しく解説をいたします。長いひげは泳いでいる時には下顎の溝に畳み、海底で餌を探す際にはそのひげをせわしなく動かし、小動物などを探して食べる。下顎に2本の長いひげを持つ、その名もおじさんという魚が存在します。このおじさんはヒメジカ、ウミヒゴイ属の魚で、下顎の特徴的なひげから命名されたといいます。全長20センチほどで、生息域は南日本からインド洋のサンゴ礁。食用魚でもあり、煮魚あるいは唐揚げとして食されています。では、おばさんという魚はいるのか。正式名称では存在しないが、千葉県ではヨシキリザメのことをおばさんと言います。また、深海に生息するタカナゲンゲという魚は、鳥取県岩美町民にババア、おばばと呼ばれています。飛び出した頬骨、ギョロッとした目、ギザギザの歯を持つ魚で、その鍋料理はババちゃん鍋として地元で愛されているといいます。くまモンの熊本に
熊はいない。2011年、平成23年のゆるキャラグランプリで優勝して以来、熊本県の公式ゆるキャラ、くまモンの人気はとどまるところを知らない。このくまモンが有名になったことで、よく勘違いされるのが、熊本県における野生の熊の存在。実は、1957年、昭和32年に大分、宮崎の県境で死体が見つかったツキノワグマが九州最後の熊だったと言われている。つまり、熊本も九州でも野生の熊は絶滅しているのだ。当初は熊はもういないのになぜくまモンとの反対意見もあったようだが、熊本の顔となった今ではもはや反対もないという。ちなみに県名の熊本にも熊の字がありますが、こちらはかつての地名熊本に由来しています。消防車は夜くらいサイレンを止められないのか。真夜中に鳴り響く消防車のサイレンに対する苦情は後を絶たないようだが、消防車や救急車が出動時にサイレンを鳴らすことは法律で定められている。道路交通施行令第13条緊急自動車と第14条緊急自動車の要件にきちんと明記されており、深夜も例外ではない。また、緊急車両のサイレン音の大きさは、自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上、120デシベル以下であることと定められている。この音量は、およそ列車が通過するときの高架下に相当するという。唇の色が赤いわけとは、人間の顔の中でひときわ目立つ赤い色をした唇。実はこの赤い唇、人間だけが持っている特徴である。皮膚は外側から角質細胞が積み重なった表皮、神経細胞や毛細血管が走る真皮、皮下脂肪、皮下組織という三層構造になっている。この構造は唇も他の部位の皮膚も同じだが、人間の唇は皮膚が極端に薄く、そのほとんどが真皮で占められている。そのため、真皮の毛細血管の中を流れる血液が表皮を通り抜けて表面に透けて見えてしまう。つまり、唇を赤く見せているのは血液の赤い色なのである。アポロチョコの商標登録はアポロ11号月面着陸より先だった。明治の人気商品アポロチョコレートの特徴である三角形は1969年7月20日に人類初の月面着陸を成し遂げたアメリカの宇宙船アポロ11号の形をイメージして作られたという。実は明治製菓が菓子の名前としてアポロを登録したのは人類初の月面着陸から3年も前の1966年昭和40年のことで、その名はギリシャ神話に登場する太陽神アポロンに由来したものだった。明治製菓ではその後、1967年に始まったアメリカの宇宙飛行計画アポロに呼応し、翌年から新形態のチョコレートを開発するアポロ計画をスタート。アポロチョコの誕生に至ったのである。グリル、
ソテー、ロースト、肉の焼き方の違いとは？肉の焼き方には、グリル、ソテー、ローストなど様々な方法がある。似ているようにも思えるが、これらはどう違うのだろうか。まず、グリルとは網焼きのこと。表面に波形の鉄板や格子状の金網などを使って表面に焦げ目をつけ、余分な油は下に落とす。外側はカリッと香ばしく、内側は柔らかく仕上げるのがコツだ。ソテーとはフライパンなどにバターまたはサラダ油を入れ、短時間で肉に火を通しつつ、水分を飛ばす調理法である。焼くのではなく、軽く炒めるようなイメージだ。ローストとは、大きな塊の肉を串刺しにして、直火で焼いたり、オーブンの放射熱を利用して加熱する方法。原始人が串刺しの肉を直火で焼いているイメージに近い。飛行機事故の生還率。エコノミークラスの方が高かった。飛行機事故が起こる確率は非常に稀で、1回のフライトで乗客が死ぬ確率は約800万分の1。これは1日に1回飛行機に乗ったとして、統計上は2万1000年以上かかる計算になる。しかし、万が一の場合を考え、生き残るための最良の選択をしたいなら、エコノミークラスに座るのがおすすめだ。1971年から2009年に起きた20件の民間航空機墜落事故を調査したところ、乗客の生還率はファーストクラスで 49%、中間のビジネスクラスで 56%、後部のエコノミークラスで 69% だったことが分かっている。運賃が高いほど安全というわけではないのである。マグロは泳ぐのをやめると死んでしまう。魚は口の中に入ってきた水に溶け込んでいる酸素をエラを通して体に取り込んでいる。この時、多くの魚はエラ蓋というヒダを自分の力で動かすことで水を取り込むが、マグロの場合は他の魚と違い、自分でエラ蓋を動かすことができない。常に口を開けて泳ぐことで海水を取り込まなければならないため、マグロは泳ぎを止めると酸素が不足して死んでしまう。その結果、マグロは睡眠も取らずに泳ぎ続けているのだが、夜間は泳ぐスピードを遅くするなどして代謝を低くし、睡眠の代わりにしているという。コオロギの鳴き声で気温がわかる。スズムシやコオロギの鳴き声といえば秋の風物詩だが、実は温度計を見なくともコオロギの鳴き声で気温を知る方法があるのだという。それにはまず、コオロギの鳴く回数を15秒数え、それを数回行った平均値に8を足す。それに5をかけ、最後に9で割った数が気温となる。例えば、コオロギが15秒で平均25回鳴いたとする。その場合は、25を足す8かける5割る9で答えは 18.333。つまり気温は約 18.3 度となるわけだ。昆虫であるコオロギは変温動物のため、気温が下がると動きが遅くなって鳴く回数が減り、
気温が上がると活発になって鳴く回数が増える。これに着目した J.P. バンクリーブという科学者が発見した計算法である。食用油は液体なのになぜグラム表示なのか。販売されている食用油の分量は cc やリッターといった体積ではなく、グラムなどの重さの単位で表示されているが、その理由は油の性質にあるという。油の容量は水に比べると温度の変化に伴って増減しやすい。つまり暑いところで売られているものと寒いところで売られているものとでは、その体積にばらつきが出てしまうのだ。そのため食用油は内容量を表示する際に重さを表す単位で表示するよう定められているのである。内科、整形外科、眼科。実は医者の肩書きは自由である。医師が自分の専門領域を名乗り、医療機関の看板や広告に出す診療科名のことを標榜科目という。こうした専門領域がどのように決まるのかといえば、現在の日本の制度では、医師免許証さえ持っていれば、どの診療科をいくつでも自由に名乗ることができる。これは自由標榜制と呼ばれ、全く経験のない診療科を掲げても保健所へ届ければ違反にはならないのだ。極端な例では、眼科の医師が産婦人科を名乗ることも可能だ。ただし、麻酔科は例外で、一定の修練と経験を積み、麻酔科標榜医の資格を取る必要がある。太陽は50億年後にはなくなる。太陽は地球ができた数千万年前に誕生していたとされる。いずれも今から約46億年前の出来事である。実は太陽の寿命は100億年、つまりあと50億年程度と考えられている。寿命が近づくにつれて太陽は徐々に大きく膨らんでいき、巨大な恒星、赤色巨星に姿を変える。どの程度巨大化するかは定かではないが、一説には現在の200から300倍にも膨らみ、最後には縮んで地球ほどの大きさの白色矮星が残ると考えられている。では、太陽が膨らんだとき、地球はどうなるのか。太陽に飲み込まれるという説と、今よりも外側の軌道に移動して飲み込まれないという説があるが、そもそも10から20億年後には太陽の温度が少しずつ上がっていって、地球はすでに生物が住めない星になっていると考えられている。高温のサウナでもやけどをしない不思議。サウナの室温は通常90から110度に達するが、そのように暑いところにいてもやけどしないのにはいくつかの理由がある。一つは熱伝導率で、空気は水に比べて熱を伝えにくいことが理由に挙げられる。また、空気と水を比べると、空気の方が圧倒的に熱容量が小さいため、体に熱が伝わりにくいのだ。さらに、汗が蒸発する際の気化熱で体の表面の熱が奪われるだけでなく、蒸発した汗の水分を含む空気の層が高熱の空気から体の表面を
守ってくれる効果がある。サウナの中で急に動くと刺すような痛みを感じるのは、この空気の層が乱れるためだ。テントウムシのド派手な模様は敵にアピールするためのものなのか、黒や赤、オレンジなどのド派手な模様で知られるテントウムシ。周囲の風景に溶け込むような保護色をした虫が多い中、あえてあのような目立つ色をしているのだという。テントウムシは敵に襲われると足の関節から有毒のアルカノイドを含む黄色い汁を出す。これは臭くて苦いため、とても食べられたものではない。一度そのまずさを知った敵は学習し、次にテントウムシに遭遇しても食べなくなる。そこでテントウムシはわざとド派手な模様を身にまとうことで、敵にまずくて食べられませんよということをアピールし、自分の身を敵から守っているのだ。なぜ茶色っぽいかというと、これには胆汁が関係しています。胆汁は肝臓で作られる消化液です。この液体が肝臓を出発すると、一旦胆のうに蓄えられ、ここから小腸に送り込まれて、脂肪やカルシウム、ビタミン A や D などの消化を助けます。この時食物は胆汁中のヘムという色素成分のせいで茶色く染まります。毎日トイレで見ているあの色です。だから胆汁のない生物の糞は茶色系とは限りません。カタツムリもそうで、消化液が色素を含まないため、食べたものとほとんど同じ色の糞をします。カタツムリが新聞紙を食べれば、紙の色と同じ白と黒のインクの色です。2色が混ざった糞をします。カラー印刷なら糞もカラー。ただしインクは食べれば健康を害しますから、面白がってやたらに与えるのはカタツムリには迷惑な話です。マリファナの原料はかつてどこにでも生えていた草です。日本では麻薬として禁止されているマリファナ。実はこのマリファナの原料があちこちに自生している植物ということをご存知でしょうか。マリファナの原料は大麻。大麻を乾燥させて作ったのがマリファナだ。この大麻というのは、要するに麻。麻といえば洋服の生地に使われるあの麻だ。だからかつては東北や北海道で普通に栽培されていたのである。ところがそれを知った愛好家が北海道あたりに出没して大麻を探し求めてしまったものだから、警察が保健所の協力を得て自生している大麻をすべて根こそぎ刈り取ってしまったのである。生地、麻薬の原料などであったがために、せっかく生えていたのに刈り取られる運命をたどることになったのだ。どうしてマグロをたくさん食べてはいけないの？マグロが大好きな日本人。世界のマグロの消費量は年々増加しています。1975年には年間90トンでしたが、2000年には約190万トンにまで増えています。日本人はその3分の1の約63万トンを消費しており、その大部分を刺身として食べています。日本は世界最大のマグロ消費国なのです。厚生労働省は2003年6月に水銀を含有する魚介類等の接触に対する注意事項を発表しました。妊娠している人、
またはその可能性のある人は水銀を多く含んでいる魚介類の摂取を制限するようにという注意です。この注意事項は2004年8月に見直しが行われ、マグロなどが加えられ、最終的には次のようにまとめられました。マグロは1週間に1回しか食べてはいけないというのです。水銀の化合物には大きく分けると無機水銀と有機水銀と呼ばれる2種類の化合物があります。有機水銀は無機水銀と比べて毒性が強く、中でも特にメチル水銀は中枢神経に障害を起こす極めて毒性の強い物質です。中毒になると手足が自由に動かなくなったり、言葉がうまく話せなくなったりする症状が現れ、重篤の場合は死亡してしまいます。1950年代に熊本で発生した源病も化学工場の廃液に含まれていたメチル水銀が原因の公害でした。